ハロー皆さん。ドイツの春の旬野菜、ホワイトアスパラガスの季節がやってきました。今回はホワイトアスパラガスを使った料理4品を紹介します。1品目は定番の料理。材料はこちら。まずはじゃがいもとアスパラガスの皮むきをしていきます。ママはアスパラというと緑と白どっちをイメージする？緑かな。日本では緑の方がよく食べられてるんじゃない？ドイツ人にとっては白だよ。そうなの？少なくとも僕の認識。だってスパラガスになるとたくさんのホワイトアスパラガスが外で販売されてるでしょ。確かにそれは白だけだね。ちなみに直訳すると、シュパーゲルはアスパラガス、ザイトは時間を指します。僕の感覚的にはアスパラガスの時間というより、季節はドイツ語でヤーサイだけど、アスパラガスの季節の方がしっくりくるかな。スパゲサイは4月中旬から6月下旬くらいまで楽しめるよ。じゃがいもは沸騰したお湯で30分。よくよく考えると、私たち夫婦は日本でホワイトアスパラガスを食べたことが多分ないんですが、ドイツに来てからはこの季節にすっかり欠かせない旬野菜です。根元は1センチほど切り落とします。鍋に塩を入れてお湯をスタンバイ。沸騰したお湯に少しだけ砂糖とアスパラガスを入れて中火で約10から15分。太さによって茹で時間は変更しています。ホランデーソースはいろんな種類がありますが、マークママが私は絶対これと言っていたので、こちらのマギーを使用することにします。こちらもたまに使いますが、ママおすすめのものよりもかなりカロリーが低く、ライトなソースに仕上がります。どれくらい違うかというと、これくらい。ママおすすめがこちら。濃厚でとろみのあるソース。ライトな方がこちら。サラサラで白っぽいソース。というのも、ママおすすめのソースにはバターも追加するので、濃厚でかなりハイカロリーに。ソース1の方が美味しいですが、健康重視の方にはライトな方がおすすめですね。撮影に時間を取られて水切りが遅くなってしまったので、いつもより柔らかめですが、まあ悪くないんじゃないですかね。冷蔵庫からハムも取り出して皿に盛っていきます。マークのハムを巻いて取るやり方はおしゃれだなぁと感心しますが、こんなことやホランデーズソースのかけ方はいまいちです。見た目の綺麗さよりも各食材にしっかりソースが行き渡る方が大事なんだとマークさん。ともあれ味はバッチリです。これはドイツでは定番のホワイトアスパラガスを使った料理だよ。ということで一品目はスパーゲルmit Schinken。二品目は少しコツのいるオムレツ。じゃがいも以外はほとんど一品目と同じ材料です。アスパラガスの皮が残らないように確認しながら皮を剥きます。ちなみに私が使っているのはアスパラガス用のピーラー。ドイツのメーカー
BMF のものです。うちで使っているキッチン用品はほとんど BMF です。根元を1センチほど切り落とし、2センチくらいに切っていきます。今回はアスパラガスが太めだったので 1.5 センチくらいで切ることにしました。この後は沸騰したお湯で10分茹でます。1品目と同じハムを使います。適当に四角くカット。ハムがくっついているので適当にばらします。真剣で真剣にやってる。お次はオムレツの上にかける用のホランデーズソースと具材に混ぜる用のホランデーズソースを準備します。アスパラガスが茹で上がったので取り出してハムと一緒にソースの鍋に入れます。この鍋はアスパラガスを立てたまま茹でられるので便利ですが、取ってまで熱くなってしまうのが難点。ソースを温める前に1人目分の卵2個を用意して卵白と卵黄に分けます。卵白はメレンゲになるまで混ぜて途中でコーンスターチを加えます。ハンドミキサーもありますが自力で頑張ります。しっかり硬くなったらコーンスターチ、卵黄は塩を少々加えて混ぜたものをメレンゲに流し込み、ゆっくり混ぜ合わせます。フライパンでバターを溶かしたら、準備したものをフライパンの上に広げて形を整え、蓋をして弱火で10分待ちます。意味があるかは分かりませんが、真ん中に軽く線を引くとなんとなく後からうまく折れる気がしています。オムレツを作っている間にソースを温めます。1袋あたり 125g のバターと袋には記載されていますが、大体の量で。卵ができてもすぐには蓋を開けず、ゆっくりゆっくり蓋を開けます。さっと開けると膨らんだ卵がしぼんでしまうので要注意。フライパンにくっついてしまった部分はゆっくり剥がし、片側に具材を入れて慎重に折りたたみます。また蓋をして弱火で5分。整えたら完成。ホランデーズソースもかけてふわふわ贅沢なオムレツが出来上がりました。具なしのオムレツだとこんな感じ。マークが子供の頃から好きだったお袋の味です。ということで2品目はSpargelschinken-Omelette。3品目はさっぱりめなリゾット。まずは玉ねぎ1個をみじん切り。今回はすでに皮が剥かれているアスパラガスを使います。細いので量が多く見えますが、1品2品目と同じく 500g です。瓶での販売は季節問わず食べられますが、皮がすでに剥かれているパック売りのアスパラはこの季節ならではな気がします。リゾットで使うアスパラは穂先を切った後、斜めに 3,4 分割していきます。穂先以外はリゾットに混ぜますが、穂先はリゾットにのせる用として最後の工程でフライパンで焼くため、さらに縦に切って分けておきます。
まずは玉ねぎから炒め始め、その後アスパラも炒めます。全体がしんなりしてきたらリゾット米 300g を入れて混ぜます。袋に目盛りがついているので簡単。鍋に白ワイン 250ml を加えますが、妊活中でお酒を控えているのでノンアルコールの白ワインを使います。白ワインなしでも作ったことがありますが、私たちの感想としては白ワインありの方が美味しかったです。水気が減ってきたら水 900ml と野菜のブイヨン小さじ強4杯を混ぜ合わせたものをひたひたになるまで入れて蓋をして中火で20分。待っている間にチーズ 50g をスライス。余談ですが、ここ最近の私たちの生活はというと、勉強、妊活、家探しの3本柱。勉強と妊活は苦戦中。定期的に病院には行っているのですが、処方されるホルモン剤でかなり太るので、どうしてもストレスに感じてしまったり、検査で異常はないのになんで妊娠しないんだろうと勉強中もぼんやり考えて集中できなかったり、ちょっと悪循環に陥っています。まあでも時々息抜きをしたり健康的な生活を心がけて気長に待とうと思います。ちなみに家探しはというと、平日の不動産営業時間内でしか内見できないので大変でしたが、無事引っ越しができました。さて私たちはどの町へ引っ越しをしたでしょうか。正解はハンブルク。ドイツでの家探しは日本とは違い、まるで就活のような感じなので、家探し引っ越し関連の動画はまたいずれ。またしばらく不定期投稿になりますが、生活が落ち着いたら完全に再開する予定です。20分経ったら火を止めてチーズ 50g を入れて混ぜます。最後に炒めたアスパラとディルをのせたら完成です。お好みで塩やブラックペッパーを入れても美味しいですよ。ということで3品目はSpargel Risotto。4品目は優しい味わいが美味しいスープ。また玉ねぎとアスパラの準備から。途中ハンドミキサーを使うので切り方は適当で大丈夫です。映像では伝わりづらいですが、とても太くて立派なアスパラです。毎回1品につき 500g のアスパラを使っているのですが、皆さんいくらくらいだと思いますか？イースター直前に購入したドイツ産の量り売り約7ユーロ、3品目で使ったドイツ産のパック売り約12ユーロ、買ってはいませんがスペイン産のまとめ売り約 4.5 ユーロでした。そう考えると 500g は量り売りで5本くらいなので2人分ですが、結構高いですよね。玉ねぎとアスパラを炒めたら小麦粉大さじ1杯を入れて混ぜ、水 750ml に小さじ3杯の野菜のブイヨンを混ぜたものをすべて鍋に流し込みます。一旦沸騰させて、沸騰したら蓋をして中火で20分。20分経ったらハンドミキサーで液状になるまで細かくします。塊がなくなったら豆乳クリームとお好みでナツメグ、塩、ブラックペッパーを入れて混ぜて完成。温かいスープとしても冷製スープとしても美味しくいただけますよ。ということで4品目はSpargelsuppe。皆さんもぜひ自宅で作ってみてください。
この動画が面白いと思ったら高評価ボタンやコメントお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。チュース